こんにちは、MD ジャックです。横浜なのでこんな雪は降っていませんが、12月に入って急に寒くなりました。こんにちは、あいです。寒暖の差が激しくて風邪をひきやすいですね。気をつけましょうね。さて今回はエントリーモデルのダンジジムターニャとムーンドロップクオークスです。アイはどっちも持っていないので、今回の動画を見てどちらか買ってみようと思っています。アイちゃんは今年イヤホンたくさん買ったのにエントリーモデルだけど欲しいの？買いやすいですし、レビューのお手伝いをしていれば当然欲しくなりますよ。そっか、安いから音質も安っぽいとは限らないし、数万円に見合う音なのって思うモデルもあるから、価格と音質は比例しないってことを思うと、確かにどんなモデルでも興味湧くよね。じゃあ始めましょう。タンジジムターニャは特徴的でかっこいいデザインが多いタンジジムのラインナップの中でのエントリーモデル。上の紹介文はハイファイゴーさんの販売ページを翻訳してまとめたものだけど、良い音出すためにこれだけやりました的なことがいっぱい書いてある。金属製ボディは触るとひんやり、そして軽いボディに 7mm ダイナミックドライバー1機搭載で開放型、非常に温かく滑らかなサウンドが特徴って書いてあるけど、ほんとその通り。あんまり期待しないで聞いてみたけど、サウンドステージが広いのがちょっと驚きだし、上品な音がする。国内販売だと3000円切るぐらいだから、金属製ボディのファイナル E2000 とか E3000 が思い出されるけど、それよりちょっと安い。有線モデルも TWS もダンジジムのデザインってすごく素敵ですね。いいなぁ、欲しいなぁ。でもちょっと高いからすぐには無理だなぁ。あはは、本当は家で試聴しないとなかなかわからないけど、高めのモデルはとりあえず試聴してみたいね。音質編で詳しく話すとして、ターニャの音域はこもるのとはちょっと違うウォームな質感なので、クールなサウンドじゃないとダメって人以外は聞いてみてほしいモデル。クオークスはなんかさらにとっつきやすそうな外観ですけど、音質的にはどうなんでしょう？そうだな、比べる対象がなければ別にこれで十分じゃんって質感かな。第一印象を良くするためか派手めなチューニングに感じるけど、ベーシックな部分はしっかり抑えてる。6mm のドライバーで低域もしっかり出るのは今まで聞いてきたモデルで分かってるから特に驚きはないけど、エントリーモデルとはいえ開発に結構時間かけてきたみたいで、第一印象はとてもいいね。聞き込んでいくといくつか気づく点もあるけど、これ2000円だからね。ダンジジムターニャとは狙った方向性が違うのははっきりしていて、ボーカル系やテンポのある曲には合いそう。ゆったりめの曲はちょっと派手めに聞こえるかな。はい、なんとなくわかりました。スペック詳細は販売ページでご確認いただくとして、装着感についてミミィちゃん気づいたことある？そうだね、砲弾型とか円筒型なんて言われてる。この形状だといつも言ってる通り、耳に触れる面積が少ないから、イヤピのジャストフィットが重要なので、そこに気をつけていただければと。あと、微ケーブルできないので、タッチノイズが気になる場合は、服にちょっとクリップで留めてみるとか、手話掛けするとほとんど気にならなくなるので手話掛けもいいかも。ああ、そういえばリケーブルできないのね。外では TWS しか使わないから、愛は全然気づかなかったわ。ミミィちゃん、いつもありがとね。じゃあね、バイバイ。では音質比較動画です。音収録の出力には先日しばらくお借りした DAP レソンリープレビュード DTR1 プラスを使用しています。今回はいろいろな波形を表示しますが、まず2モデルを重ねた波形です。音質比較動画では低域の違いはすぐに分かったと思うけど、高域は分かりづらかったんじゃないかな。その理由はここね。 3.5 から 10kHz 超えたあたりまで波形がほぼ一緒だったから、
だから低域と 3kHz 付近での違いでしか基本的には判断できなかったわけ。ファイナルのイヤピだとちょっと広域が控えめで、ターニャはもともとウォーム傾向なのでもう少し広域が欲しくなるかな。で、イヤピ交換で広域を出すならどれかなということで測ってみた。まずクオークスから。クオークスの場合だとセドナイヤーフィットライトがピークは少し前にずれるけど一番出るかな。で、低域が一番抑えられる。可視化すると差が出ているけど、この差は低域で2デシベル程度、広域で4デシベル程度で極端な違いではないけど、低域が数値的に下がり、広域の聞こえ方にも絡んでくるので、広域の違いははっきりわかるね。その他の波形は基準としたファイナルとの中間にいるので、ここは装着感優先でお好みで、という感じだね。ターニャの場合は、セドナイヤーフィットライトに加え、タンジジムの広域用も選択肢に入ってくるので、同じタンジジムのイヤピを選択するのもいいよね。なるほど。ではもう少し2モデルの特徴について教えてほしいんですけど。じゃあまずターニャから。第一印象は低域が少し強めで広域がマイルドなウォーム系に感じたね。で、サウンドステージが広いなと。開放型のモデルだからだろうけど、リアから音漏れが若干あるかな。でも気になる感じはしない。波形で見た通り、ファイナル E のイヤピだと広域が抑えめなので、セドナイヤーフィットライトやタンジジムの広域用に付け替えて広域を明るめにすると刺さらない感じの程よい広域が出せる。ビート系のスピード感のある曲よりも音数の少なめなゆったり系な曲が得意な印象。KB イヤーのロビンとかも同じような傾向に感じたけど、ターニャはダイナミックドライバー1機でこの音だからね。しかも価格は2000円台。お好みで低域をちょっと補正するとかなりいい。とりあえず1本どうぞって感じだね。そうなんですか。かなり気に入ってるようですね。広域がうまく出せれば絶妙なバランスと広がりたコスパで文句ないよ。次はクオークスね。ターニャに比べ低域が抑えめで中広域が特徴的。ボーカルは前に来るね。サウンドステージはターニャほどではなくやや直線的。カラッとはっきりした音。だからといって広域の刺さりはない。ターニャと比べちゃうと聞き疲れは早く来るかなとは思うけど、これも2000円ぐらいでしょ。どっちもレベル高いなぁと思ったわ。この上のモデル SSP だとクオークスに広がりが加わる分上品さが足される感じになるので、リケーブル可能なことも含めて余裕があれば SSP とか SSP より少し低域を抑えた SSR なんかもいいと思う。 SSP とクオークスでは特徴となる帯域ポイントが割とはっきり出ていて面白い。でもまあ今回はどちらも2000円前後のモデルでの比較だからね。クオークスも手軽な感じだし、左右が分かりやすいのもいいですね。そうだね。ちょっと脱線するけど、クオークスとターニャにタンジジムの低域用と広域用のイヤピをつけて測定したのがこれね。イヤピの内径が違うから音に変化があるのは当たり前なんだけど、装着するモデルによって傾向が変わるね。低域用は径を絞ることで広域を抑制して低域が出ているように感じさせるような気がする。実耳はマイクより性能いいからさらに違いが出るんだけど、ターニャにつけた広域用のこのポイントでの変化がはっきり出てるね。イヤホンによって変化量には差が出るようだから、入手したら手持ちのモデルで色々試してみるといいんじゃないかな。今回の2モデルはどちらもエントリーモデルで買いやすいですが、ムーンドロップもタンジジムもお高いモデルもしっかりあるので、うっかり気に入ってしまうと沼に落ちること間違いなしですね。どちらも聞いてみてほしいモデルですが、個人的にはタンジジム、ターニャの開放感から来るサウンドステージの広さが気に入ったので、特に聞いてみていただきたいと思っています。で、愛ちゃんの選択はどうなったのかな？そうですね。ムーンドロップは SSP を持っているので、今回はタンジジムターニャにします。そして、いつかタンジジムの高めのモデルも買いたいです。なんかメーカーの戦略にハマってるね。でもいつか手に入れたいモデルがあるっていいんじゃない？ということでムーンドロップクオークスとタンジジムターニャのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。